ジャガールクルトの時計なんですけど、ブレスレットがエルメス。ちょっと待って。これはすごいですよね。本当に。あ、ケシャ。はい、そうなんですよ。このモデルで綺麗なやつがあると1200-300万ぐらいします。そんな？はい。はい、おはようございます。東麗です。今日はですね、私がいるのはですね、渋谷区松濤ですね。あれですよ。人生何回かくらいは清水舞台しなきゃいけないじゃないですか。清水舞台というと、なんかこう清水の舞台から飛び降りるような買い物ですよ。自分にちゃんとプレッシャーをかけるためにもしに来ました。はい、何を買うんですか？時計。時計ね。そう。大きな買い物ですよね。大きな買い物。私多分最後にしたの時計は高校生だから、はい、結構時間経ってる。これでずっとやってるけど、これはこれで大好きなんだけど、この時買った清水舞台を今もう一回やらなきゃいけないかなって思ってるの。そうですね。つまりお金が貯まったってことでよろしいですか？いいですよね。自分に背筋を伸ばす買い物がしたいなってことです。もうお金が貯まってるのは明智さんの方じゃなくって、なんか最近羽振りいいじゃないですか。こちらです。こちらのお店です。すぐ話飛ばした。ここです。ECW ですね。これはもともと吉祥寺にお店があったんだけれども、松濤に引っ越してきたというところですね。ヴィンテージの良い時計というのがたくさん揃っている。時計の世界はね、結構マニアックって思われがちだからね、その辺も詳しく優しく解説してもらうんで、皆さん安心してください。はい、こちらになります。ダンでーんで、2段階にしよう。どうぞ。こんにちは。今日はよろしくお願いします。ECW 松濤の代表の江口大輔と申します。2階が、はい、いわゆるお店で、1階がなんかこれ、もう重厚じゃん。もう重厚じゃん。ちょっとこれ後から説明するわ。とりあえず上行きましょう。こんな感じです。ここでも全部時計ですよね。そうですね。時計と奥の方にジュエリーが並んでまして、でさらに奥に行くとアパレルが並んでいるという構成になります。なるほど。はい、まず江口さん、時計なんですけど大きく2種類分かれるということで、はい、どんな感じなんですか？僕が好きなこれレザーがついてるタイプと、はい、あと試装作されているようなブレスレットタイプの2種類があると思うんですけれども、試装作されているのがスポーツウォッチで、僕がつけてるのはこれドレスウォッチと呼ばれるジャンルになりまして、試装作のつけられているスポーツウォッチはそれこそ昔は海に潜る時とか、山に登る時でしたりとか、あと戦争でしたりとか、そういう過酷な状況で使えるということを前提に作っていた。タフなもの。そうですそうです。とドレスウォッチというのはいわゆるこうなんですか、着飾る時。どちらかっていうとそのファッションに近いって感じですよね。そうですね。見た目がシンプルで品があるっていうのがドレスウォッチの特徴なので。こっちがスポーツウォッチ。はい、そうですね。今はスポーツウォッチにドレス感がプラスされて、なんかロレックスのイメージになってるので、純粋なスポーツウォッチではなくなってるんですけど。レイさん的にブランドでお目当てとかあるんですか？私的になんとなくだけど、カルティエのみんな四角いやつ持ってるじゃない。あれちょっと気になってる。なんとなくドレスウォッチイコールカルティエみたいなイメージしかないから、実はもっとありますよねっていうところで来たの。ドレス、ちなみに江口さん、推しとかあるんですか？これブレゲっていう時計なんですけど、いわゆるこうすごい薄型の見た目が美しい。ブレゲどんなブランドなの？天才時計師と呼ばれた人のブランドなんですけれども、懐中時計の時代にすごく反映したブランドなんです。懐中時計でこうやって中に入ってる。そうです。はい、そうです。ポケットウォッチですね。はい。これも良くないですか？これはあれですよ。ちょっと違うんですけど、ピカソも使ってた。ピカソも使ってた。トリプルカレンダーって言うんですけど、日付機能がしっかりとついていて、アナログで日付を表す機能がしっかりついているという意味で、その当時すごく最先端の革と時計の付け根、水玉のような形をしていたり、本当ドレスウォッチらしい造形が。そうなんですよ。ブレゲで左がジャガールクルトですね。じゃあブレゲちょっとつけさせてもらって。ブレゲつけたんですよ。薄くてクラシックで、懐中時計をちっちゃくしたみたいなブレゲクラシックっていうシリーズなんですけれども、針が青いの分かりますか？昔の錆止めの加工なんですけど、金属を熱して青いところにしておくと
錆びづらいという昔の技法なんですけど、そういうこう時計に使えるいろんな技法を発明したという意味でもブレゲっていうのはすごいメーカーで、あ、そうなんだ。好きな人がすごく多い。この時計自体は90年代の個体なんですけれども、手巻きという時計なんですけれども、使う前に必ずこう巻いていただいて使っていただくっていう時計になります。お値段なんです。こちらが129万8000円ですね。でさ的に予算はあんまちょっと決めてなかったけど、でも100万くらいはちょっと覚悟しとこうかなくらいな感じだったけど、なるほど。いきなりやっぱ超えてきた。いきなりパンチ食らったからってこっちはレディース？これはメンズです。メンズ。レディースはもうじゃあ一回りからもっとちっちゃいってことですか？そうですね。ちょっと後からじゃあレディースウォッチも見てみたいです。ジャガールクルト。そうですね。ブレゲというメーカーはいわゆる時計を作っていたメーカー、ジャガールクルトは外注を受けて自分たちで作ったものをいろんなメーカーに収めてた、中身作ってましたよブランドが自分の表も作ったよと。そうですそうです。はい。なのでひっくり返るレベルソっていうです横に回転する、これカルティエのレベルソなんですけど、ジャガールクルトというメーカーはこの横回転をする時計を発明したメーカーですので、回転する意味って何なんですか？ポロっていうスポーツを上手いのって球をこうなんか棒で打って手入れるっていう、でそれをするときに時計が傷つかないように裏返してスポーツをするっていう目的で作った。外しだよと思っちゃったんですけど、そういうことじゃない。そうそうこういう手元になんかいいのつけてらっしゃる貴族の戯れですよね。そう失礼しました。外側に赤い文字があるじゃないですか。31まである。はい。これが日付ですね。小窓のところで曜日が表示されるんですけれども。サタ何月何日、何曜日。そうですそうです。この当時40年代50年代で考えますとすごい技術だったので、この個体自体は50年代なんですけれども、40年代からあります。こちら129万8000円です。一緒だ。へえ。2本言っていただいて。大事なものは1個。大事なものは1個。いいですよ、大丈夫ですよ。大丈夫です。煽んないで本当。私ちょっと真面目に今日来たんだから。じゃあこっちもなんかちょっと気になるものを選んでいいですか？はい、もちろんです。オメガとか。そうですね。オメガ、チューダー。これとか綺麗ですよね。いつも使ってるのが丸いから新鮮だなっていうところで四角いのいいかな。かっこいい。ロレックスのチェリーニというモデルですね。で、私コンビもいいなって思ってたんだけど、同じもの買うんかっていう。これつけてみて。はい。ぜひロレックスのチェリーニラインドレスウォッチですね。それが76万7800円で、こちらのロレックスのサンダーバードと呼ばれる時計ですね。こちらが96万8000円。これも可愛くないですか？あ、本当だ。もうブレスレットもその当時のものなので。へえ。かっこいい。これもこれで陽気やん。で、この時計が私がすごく好きな理由っていうのが、これ今それこそ今回転。そうぐるぐる回しちゃう。でこの回転ベゼルっていうのが海に潜ったりするときに、例えばタンク残量が例えば20分だとするじゃないですか。メモリー今の時間から20分後にこれを合わすことで息が苦しくならないようにしたりとか、そろそろ出てっていう。そうです。合図になるところですね。こういうですね、回転ベゼルっていうのを時計に初めて採用したのがロレックス。あ、そうなんだ。こちらのサンダーバードというのはもともとサンダーバードってアメリカの空軍の生部隊の時計を納品したことでサンダーバードと呼ばれるようになって、こちらはもう本当純粋にレンズの角度計ですね。角新鮮。しかもこうちょっとこう角が少しこうキュッとこう締まって、ここですね。その感じもすごく素敵ですし、品あるね。やっぱり文字盤にローマ数字が使われているのもやっぱりドレスウォッチの特徴でもあるので、アラビア数字が庶民の数字で、ローマ数字は王様の数字ですね。金黒良くない？金黒かっこいいですよね。でここからがですね、レディースウォッチのやっぱ全然大きさ違いますね。そうなんですよ。一番今回珍しいものがジャガールクルトの時計なんですけど、ブレスレットがエルメスで、コラボってことですか？そうですね。
先ほど申し上げたようにジャガールクルトというメーカーはいろんな会社の時計を作っていた会社なので、こういうことがよく。あ、そうかそうか、できるのか。やばいじゃん、レーサーエルメス。ちょっと待って。これはすごいですよね。本当に。一回じゃあいいですか。あ、もちろんです。ちなみにどちらがイメージですか。こっち。こちらです。60年代です。90年代。うわー。いいっすね。うわー。おいくらぐらいなんでしょうか。こちらがですね、まだちょっとメンテナンス費用がどれぐらいかかるかまだちょっと分かってない答えになりまして、約大体90万円ぐらいの。はい。はい。倍くらいかかるかな。200くらいいくかなって。マジですか。100プラス100はい。かなって思ってた。はい。あとは。はい。ブシェロンの。ブシェロンの。角度計。ジュエラーなので、止め方とかもですね。へえ。こういうことか。ブシェロンのカレというモデルなんですけれども、カレっていわゆるこう四角を表す。で、ちょっとお値段が決まってないものなんですけども、70万ぐらい。そして、こっちも見たいです。私が一番最初に気になったカルティエです。そちらはですね、すべてカルティエになります。この一列。はい、そうですね。はい。すごくない？ほぼすべてがドレスウォッチなんですけれども、ハイエンドモデルと、あと量産モデルの2ラインに分かれてまして、その中でカルティエの時計を一番、手頃に使えるのが、カルティエのマストシリーズと呼ばれるもの。マストシリーズ。こちらからこちらまでがマストシリーズと呼ばれる。カルティエが1976年にスタートさせたシリーズなんですけども、一番ポピュラーなんだ。そうです。その時代までは全部時計もジュエリーもソリッドゴールドのものしか作ったことなかったんですよ。でこのマストシリーズというのはシルバー925のケースに金針という加工を使いまして、手を抜いてとか言うんじゃないんですけれども、安価なカルティエとして爆発的にカルティエのことを世の中に広めるんですけれども、この時も大体レディースモデルで大体30万ぐらいからご購入いただけるものになるんですけれども、一番人気が高いのはこのアイボリーローマと呼ばれるローマ数字のモデルが一番人気が高いです。でもここら辺とか綺麗だなと思って、こっちかな、ここら辺かな。やっぱ白が入ってる方がお好きなんですね。金に白文字盤っていうのがドレスウォッチのスタンダードな顔立ちなんですよ。消した。可愛くないですか。はい、そうなんですよ。どっち見ていいか分かんないぐらい可愛い。税込みで30万5800円です。全然いける。90年代です。でこっちはメンズモデルもあるでよね。そうです。だいぶつけた印象は違う。どのモデルが？じゃあ、これじゃあクラシックかな。こっちも気になるけど。こちらでよろしいですか。確かにこっちもやっぱ存在感ありますね。ガシッとしてる。文字盤だけの話でいくと、ずっと見てるとこっちの方が良い気がしてきた。いいですね。なんか時計してます。そして私今さっきジャガールクルトの話聞いてからジャガールクルト派になってしまっていて。そしたらもうあれですよね。そうなのよ。下もある。本当だ。沼。行ってみましょう。行ってみましょう。ちなみにヴィンテージ時計結構あるじゃないですか。壊れたりしたらどうする？あちらに。職人さんがいらっしゃるで。今何されてるやつなんですか？オーバーホールの分解作業。息もできないぐらい。私もなんか息したら飛びそうで嫌だ、怖い。でうちのお店の場合には修理工房に技術者がおりますので、お直しさせていただくっていうサービスを常にしておりまして。ちなみにこれ何？時計をオーバーホールして修理した後に、実際に時間が合ってるかどうかを確認するんですよ。でその時に腕の実際の動きに寄せた状態で時計をこうつけた状態、ここにつけてぐるぐる回しながら、実際の時間が合ってるかどうかを確認する機械です。これは顕微鏡です。顕微鏡。本当だ、顕微鏡だ。おお、でかい。お手本のようなリアクション。自分でもベタだなって思ったけど。おお。でしょ。これ本物？でしょ。グラフィックじゃないのこれ。すごいですよね。すごい。でしょ。なるでしょ。はい、じゃあこちらが1階になります。お願いします。お願いします。
またちょっと雰囲気が2階とは全然違う感じなんですけども、井口さんこれはどんな感じなんでしょう？はい、ですね、2階がメインの販売フロアになるんですけれども、1階がですね、いわゆる時計の中でも各メーカーのマニアックなものだったりとかレアなものですね、あとご商談スペースとビップルームを備えているスペースに、なりまして、でこちらですね、会員登録をしていただいた方でないと、入っていただけないスペースになりますので、本当マニアックで好きで好きでの人たちのための部屋、全然違うよ、ちょっと光が違う。さらに貴重なそうですね、時計たちとかですかね。こっちが全部カルティエ、カルティエ、こちらがパテックフィリップ、でこちらがロレックスのロレックスの結構レアなものでしたりとか、あとこちらがバセロンコンスタンタンとオーダーピゲットという、カルティエってこうケースデザインがすごく優れてますので、金無垢のケースに入って、全部ゴールドなんだ。そう、全部ゴールドですね。一番じゃこの中で一番高いやつですか。こちらのタンクバスキュラントと呼ばれる過去に作った時計を1998年に復刻したものなんですけれども、お、縦だ。すると回転して、しかもなんか見えるじゃないですか。そうですよ。437万8000円。急に上がりました。ポーンっていったね。こちら70年代のクリスタル、宝石のイメージ着想を得て作られた時計なんですけど、クリスタローってちょっとあだ名がついてる。こちら305万8000円ですね。綺麗じゃない？そうなんですよ。動くたびにちょっとキラってしてる。パテックフィリップっていう時計は時計メーカーの中で一番高いんですよ。とにかく時計メーカーとして最も権威があるメーカーでして、全ての工程を自社でできているメーカーっていうのはこのパテックフィリップっていうだけなの。あとは一応成功ですね。そんな話聞いたらパテックフィリップ派になってしまうじゃない。値段を気にせずという意味で言いますと、この訓録って呼ばれる丸型の時計のベースになっているモデルになるんですけれども、でこの時計のシンプルなデザインっていうのを丸型で初めて世の中に伝えたのがこのカルトラバっていう時計。382万8000円ですね。このモデルでオールステンレスのモデルで綺麗なやつがあると1200-300万ぐらいします。そんな？時計のマスターピースっていうのはもうそれぐらい欲しい方がいらっしゃるっていう。パティックって一番ベーシックなので100万くらいですか？なかなか100万以下のものはないです。まあ普通に150万ぐらいからって思っていただけると。パティックってそんな高かったのか。そうなんですよ。丸の王様なんで、丸の王様ってことはもう全時計の王様なんですよ。K さん、もしかしたら今買っといた方が安いかもしれない。それは言うよ。それはもうそうですね。それは言うよね。そういうのはもう時計業界では常にありますね。でこっちがロレックス、そうですね、ロレックスのアンティークなんですけども、説明としてはこのちょっと変わりだね。そうですね、キングマイヤスというキングマイヤス、エルヴィス・プレスリーが使っていたモデル、ブレスレットまで金のモデルを使われてたんですよ。お風呂入る時もつけっぱなしだったんですよ。文字盤もしみしみなんですよ。でもそれがかっこいいですよね。そうなんですよ。そんなんでも普通使い俺しちゃうよっていう。そう神々の遊びや。神々の遊びです。こちらがですね、129万8000円です。でここら辺が、オーデンアピゲとバセロンコンスタンタンと呼ばれる世界3大メーカーのうちの2つですね。もう一社がパテックフィリップで、先ほどの全部を自分たちで作ってたという歴史があるのがこことこことパテックなんだ。90年代の個体でバセロンコンスタンタンなんですけども、こちら129万8000円という金額なんですけれども、もしこれがパテックだとやっぱり300万ぐらいになっちゃいます。それはどうして権威だから？そうですね、やっぱり欲しい人が多いと、そう母数がでかいのか。そうです。マーケットのね需要と供給。そうです。ちなみに井口さん、時計何本ほど持っておるの？40本ぐらいですあれですよ、壊れてるっていうか、いつかこの時計の流図を手に入れて直したいとか、そういうのも含まれてます。もう二度と手に入らないと思っちゃうと、時計がダメでもその文字盤のために時計買っちゃうんです。そこで後から中身直そうみたいな。さあ、レイさん、いっぱい見てきましたけど、どれにしますか？ジャガー
かロレックスもいいなって思ったけど、またロレックスかっていうのあるやん。違うとこ行ってもいいってことです。そうなのよ。でことがジャガーかってなるの。いいですよ。こっちかこっちかだったら今ちょっとこっち派なのね。カルティエもこっちかこっちかこっちかだとでもなんとなく気持ちこっちです、ジャガーもやん、はい、これですか。で、はい、ジャガーとエルメスって最高やん。最高ですよ。この3かな。悩むっすね。一旦持ち帰っていいですか。一晩寝て夢に出る方にします。パテックが夢に出てくる可能性もある。そこ。じゃあコメントで何が似合ってたか聞いてみましょうよ。そうだね。参考までですよ。参考までです。買うかどうかは別として参考までに皆さんの私推しを聞きたいな。とりあえず僕がパテックで10個ぐらい書いてもらう。いや終着駅に下せないで下せないで下せないで。いきなり終着。最果ての場所に行かせないで。でも気になりますよね。ぜひぜひちょっと皆さんものご意見も参考にできたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。